まさか見送りに来てくれるとは思わなかった。それじゃあジョーリー、元気で。手首だけ置いていけ。スティグマータはここに置いておくべきだ。ジョーリー？お前の能力は本来レガーロのために役立てるものだ。持ち出されて万が一その力でレガーロを攻撃されては被害が大きすぎる。敵になることはないよ、ジョーリー。私はレガーロに、アルカナファミリアに、父であるモンドに、そして友であるジョーリーに誓う。この能力は決してレガーロには向けないと。だが今の私には言葉しか差し出せない。ではジョーリー、父さんとアルカナファミリアのことを頼むよ。友と思ったことは一度もない。貴様は憎悪を向けるだけの存在だ。じゃあ憎まれついでにもう一つ聞いてくれ。ジョーリー、理論や思い込みで世界を狭めるな。もっと視野を広く持て。起きていたのか。もう日も高いな。起こせばいいものを。私の寝顔など面白いものでもなかったろう。なんだ？この状況について説明が欲しいのか？そうか。昨べの君は私が思っていた以上にサーディスティックだったよ。冗談だ。何を怒っているんだ？あの状況下で一人眠りに落ちた君に怒る権利があるとでも？私としてはこの程度のいたずらで済んだことに感謝してほしいくらいだね。さて、ざれ言はこの程度にして会いに行くか。誰にだと？決まっている。昨日は邪魔が入ったからな。ヨシュアの真意を問いただす。そしてタロッコの回収だ。行くぞ。いい加減船酔いしてきそうだ。お嬢様！あなたは本物のジョーリーですか？とにかくお嬢様から離れなさい！は？その態度は本物にしか出せませんね。はあ。お嬢様もフクロウタも無事なようで安心しました。うん。本物のとはどういう意味だ？ほんの10分ほど前にあなたのそっくりさんと戦っていたんです。
館に侵入してお嬢様とタロッコを奪った人物です。あいつが新たなアルカナ能力か。魔術師のタロッコだと言っていました。我々に姿を変えることはできても言動には無理がありますからね。見破ることはそう難しいことではありません。その男は錬金術師で虎にも変身する。名をアッシュ。アッシュ。残念ながら私はお嬢様とジョーリーに会えたのが初めてです。おそらく調べ物をしていたのが原因ですが。ほう。私が読んだ本によると、タロッコとこの船を作った人物は同一人物のようです。タロッコが生み出した悲劇により失われた無念の魂、それを天に導くのが本来の目的のようです。タロッコを宿した者の近親者がその力の反動を受け、病にかかったり命を落としたりということが多かったようです。呪いだとかたたりだとか言われたようですが、この船が作られたことで改善されたところを見ると無関係ではなかったということですね。なるほど。それでヨシュアもこの船に乗っていたというわけか。ヨシュア、私にも聞き覚えのある名前ですが。正義のタロッコの持ち主だ。え？ではパーパの。ルカ、骸骨どもには襲われなかったのか。それは特に。何せ今まで戦争の中に閉じこもりきりでしたから、時間を忘れて本を読みふけってしまっていたようで。この船を知ることでお嬢様に会える近道が開けると思ったのですが、調べれば調べるほど果てしなく。手近にはリンゴもありましたし、そのアシュという男を追いかけてここまで出てきましたが、ここは素晴らしい船です。知識の宝庫ですよ。それは興味深いな。まあいい。その件については後回しだ。ルカ、お前がいたのは動力炉の隣の部屋の戦争か。ええ、そうです。では同じ階の動力炉とは反対の位置にある部屋を探してこい。牢があるはずだ。牢ですか。そうだ。リベルタやパーチあたりが捕まっている可能性は否定できないだろう。発見したら回収して甲板に連れてこい。道中あった者にも甲板に集まるよう伝えろ。それから万が一に備え、もう一度お嬢様にアリアドネへの糸をつけておけ。ちょっと私を使いすぎじゃないですか。今まで本を読みふけっていただけだろう。働け。わかりました。あなたとお嬢様は甲板に行くんですね。
お嬢様、気をつけて。急げよ。着いたか。どこに行くつもりだ？分かっていて聞いてくるとはな。なあ、一つ答えてくれ。いいだろう。では我々の質問にも答えろ。いいぜ。ヨシアの自我を戻すにはどうすればいい？さあな。お前がヨシュアに固執しなければ知らなくてもいいことではないのか？は？お前自身にその自覚がなくても、お前の行動はあいつが自分のそばからいなくなることを恐れてのものだろう。違う。俺はヨシアや親父と約束したんだ。ヨシュアは死者だ。うるせえよ！お前、虎の姿で我を失って誰かをその牙と爪でほふったのではないのか？だろうな。ヨシュアを必死に助けようとするのは明らかに贖罪を求めている行動だ。お前に何がわかる？イチゴ頭。ヘルは私の前で他の男を口説くつもりか？まあ、いい牽制になったから帳消しにしてやろう。お前が虎に変わるのは不老不死の試験薬の一つを飲んだからだ。虎の生命力は強い。それを基盤にした生命力を強化することを目的にしたものだろう。なぜそれを？考えればすぐにわかる。私も同じだ。タロッコの力に抗うためにはいい方法かと思ったが、結果は失敗している。私の場合は外見の年齢がとどまっているだけだ。不老ではあるが不死ではない。お前がそうと知って飲んだのかは知らないが、その他の変身には自我を失う副作用がつきものだろう。偉そうに。まあ、目的にたどり着けなかったという点ではお互い失敗であることには変わりない。ああ、けど今はヨシアだ。あいつを助けたい。贖罪と自らの実験を成功に導くことは別物だ。だが
の道だというのならそれもいいだろう。探求者として道を進めばいい。一人孤独にこの船で一生を終えたいということだろう。私が口出しする問題ではない。それがどうした？これはどうも無駄なことを。それは無理だ。だが助言はできるだろうな。沈め、漆黒の暗闇に。テネブライムンドゥス。自分のまいた種は自分で枯れ。それができないのなら錬金術師を名乗るな。孤独に研究もいいだろう。だが死者にすがるのはやめろ。仮にお前を助けるために差し伸べられた手だったとしても、結果互いを苦しめることにしかならない。誰かがそばにいることを求めるのならば、アルカナファミリアに来ればいい。お前はタロッコをその身に宿した資格と義務がある。能力で得るメリットと等価交換だな。俺にはこの船がある。簡単に離れることは。それは悪くない。虎を入れる檻にしては大きすぎるくらいだ。勝手に話を進めるな。お前のアルカナ能力は人の中にいてこそ生きるもの。得たものを活用するかどうかはお前次第だ。船やタロッコ、先祖の錬金術師に対する誇りを持ち、それを忘れないのはいい。だが、理論や思い込みで世界を狭めるな。もっと視野を広く持て。私も昔言われた言葉だがな。好き放題言いやがって。そうだろう、ヨシは。運命の輪を我が手に。